こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は占いとかさ、そういう先生術とかそういうものについてお話ししたいと思っています。皆さん占いとか好きですか？こう宇宙のこととかやり始めて、私自身はもともとその占い好きなんですよ。占いを占う方が好きなんですね。占いというか先生術とか統計学みたいな大好きで、本当にね、大体まず人に会ったら生年月日聞いて調べて、その人がどんな人かみたいのを自分なりに把握するみたいなことでニヤニヤしてたっていうね、変な趣味というかね、人間が好きだから探求するのが好きなんですね。でこの人はこういうとこがあるのかなっていう、もう先に分析というか、その統計学である程度分かった状態で人と接するっていうのをずっとやってきてたんですよね。暗いのかな。好きなんですよ。それで、私がねどういう感じの占いとかをやってきたかっていうのをちょっとお話ししたいなと思って、今ねちょっとなんでこういう話してるかっていうと、マヤ暦が来てるんですよ、私の中で。マヤ暦って宇宙のねこう英知みたいな感じだから、やっぱすごいんですよね。マヤ暦すごいなって感じなんだけど、ちょっとそれは後半の部分でお話しして、どういう占いをやってきたかとか、どういうことでこういうのが分かるとかさ、紹介したいなと思っています。で私はまず今はやらないんですよね。だからそれが今ちょっと合ってるかどうか分かんないんだけど、こういうのは面白いよねっていうのを紹介したいなと思って。楽しいんですよね、占いとかって。占い、まずなんだっけ、カバラ先生術、葉月光栄さんとか数秘術とか、ああいうのも好きなんだよね。あれもだから誕生日で見て、だから前世でさ何やってたかで、今世のことと来世みたいな、そういう感じで誕生日から出したりしますよね。それで見て大体、前世でこういうことやってるからこういうことが得意なのかなとか、今世の使命はこういう感じなのかなとか、来世はもうこうなってくんだなっていう感じで、私の場合だとね414なんですよね。4っていうのは物を形にするとか、そういう感じで、来世も物を形にするっていうやつなのね。で1が今世だから、だから今世はリーダーみたいな、リーダーとかこうなんていうのかな、人を引っ張っていくみたいな数字を持ってるから、そういう形にしてきた前世を、今世なんていうのかな、人とかこう自分、いろんな人を巻き込みながらいろんなことを形にしていくみたいな感じのところを持ってるのかなって感じで、来世は呼んだからまた形にするのかなみたいな、こういう感じのやったり自分でやったりするんですね。知ってるかな、葉月光栄さんのやつと。葉月光栄さんだけじゃないと思うんだよな。いろいろあるよね。数秘術ってやつ。本質的な部分とかも確かあったかな。4149とかだから、9とかだと結構もう精神的な部分だと9を持ってるってことは、いろんな経験をしてきてるのかなみたいな数字的にね、そういう感じで読めるから、下のとこにさリンク貼っとくから、調べられるものがあったらちょっとなんていうのかな、検索しとくんで、自分のねそういうところを見てみるとすごい面白いと思うので見てみてください。こういう感じで見たりするってことね。あと動物占いって知ってますか？動物占いも好きでさ、狼とか猿とか、私狼なんですよね。狼の中でもいろんな種類の狼があるんですよ。でほとんどの今までもう親友とかだから友達とかはほとんど狼だったんですよね。一匹狼みたいな、変わってんですよ狼ってすごい。で狼の中でもなんていうのかな放浪の狼っていうさ、やっぱいろんなとこ行くやつだよね。超変わり者みたいな感じなんですよ。確かにちょっと変わってたね。そうこれがいろいろあるんですよ。象とか猿とか、あと羊とか、ペガサスとか。うちの親とかペガサスでさ、すっごい面白いんですよね。もう何が飛び出るか分かんないから毎回いつも笑っちゃうみたいな。2人ともペガサスだから本当に何ていうのかな、天真爛漫に育てられたなっていう
感じなんですね。陽気な2人から生まれた私みたいな。そうだから親のそういうさところとか見てみたり、周りの人を見てみるとすごいやっぱ面白い。なんだっけ、動物占いだとなんとか心理学っていうのあるよね。なんとか IS、 ちょっとごめんなさい名前が出てこないけど、もうそれでね結構体系化されてさ、ビジネスみたいになってんだよね今。だからすごいなと思うんですけど、すごい面白い。だから動物占いもいろいろあるんだけど、そういう象とかペガサスとかなんていうのかな、いろんなのがあるんだけど、そういうやつがすごい合ってるというか、好きだったって感じね。でその中でも細分化されたやつ、象の中でもいろんな種類のなんか突っ走る象とかさなんかいろいろあるんだけど、それがねすっごい面白くて、いつも見てニヤニヤしてたってやつね。そう、あとは細木数子のさ六星占術って知ってます？知ってるよね。あれも好きなんですよね。大殺界とかよくわかんない、天中殺みたいな、ああいうのはやっぱりさ、一番最初細木数子さんのやつを読み始めた時に、なんかこういうのあんのかなと思ったけどもさ、いちいち気にする、なんか長いんですよ。大殺界長い、3年ぐらいあるからめんどくせえと思って、それからはもう全然気にしなくなっちゃったけど、結構そのなんていうの面白いんだよね。この人はどういう人かみたいな、火星人、土星人、木星人、金星人とか、もう大体だからさ、火星人って聞くとなんかすごい個性的な人だなとか、土星人っていうとすごくこうなんて結構根が真面目な感じでしっかりしてんだろうなとかさ、こういう感じでもう自分の中でなんとなくこういう感じかなっていうのが分かるんだよね。私はね金星人なんですよ。金星人のマイナスなんですけど、もう本当あれですよ、自由崩壊だよね自由崩壊っていうの金星人とか言ってさ、そうそう、プラスとマイナスもまた違ったりするんですけど、こういうとこでだから人を見たりとか、天王星人とかさ、面白いんだよね。すっごくだから当たってるっていう、当たる当たらないっていう、なんとなく把握するみたいな感じかな。それがすごいやっぱ楽しくて、これもだから一人の人の生年月日が分かったら、それをねいろいろねいろんな種類、動物占いでしょ、カバラ先生術でしょ、そして、今言った細木数子でしょ、あとね光暦って言って光の暦っていうのがあるんですよ。4種類の色があって、でまあね赤と緑と黄色と、赤、青、緑、黄色、この4種類があって、色のなんていうのかな、強い強弱みたいな、例えば黄色よりも、黄色は緑に弱いとか、緑は、青に弱いみたいな感じで、こういう風にこうなんかつながってるんだけど、どっちに強いとかもあるんだけどね。そうでこれで、いろんなだから数字で出す生年月日から数字を出して、その数字の色みたいのが出てくるんだけど、それがね、あと数字が出てくるんですよね。この数字もなんかいろいろ学ぶといろんな意味があるんだろうけど、そこまではやってなくて、この人は何色かなみたいな。例えば私だと黄色なんですよ。黄色とあと紫っていう色を持ってるんだけど、黄色だけ見てればいいと思うね。で黄色見てなんか感覚的だなみたいな感じ。例えば青の人がいると、青の人はやっぱ頭が切れるとかセンスがあるとか、そういう感じなのね。で緑の人はこう分析してこうやっ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 てみたいな、なんか結構なんていうのかな、知的な部分っていうのかな、理性みたいなとこが強いとか、赤の人はもうなんか情熱みたいな、自分に正直で情熱みたいな感じがあるとかさ、なんかそういう感じで自分なりに把握してるんだけど、これもすごいやっぱ面白いんですよね。そう光暦っていうのもやります。やってましたって感じかなそういろんな、あとねまだ何個かあるかもしれないけど、大体だから私はこういう感じで生年月日から見るっていう感じだね。それでマヤ暦の話だね。マヤ暦は私この間いつだっけ、10月の2日にマヤ暦、私金っていうのが82なんですよね。金ってそのマヤ暦の中に210何種類だった、ちょっと数は忘れちゃったんだけど、何種類かあるんですよ。顕在意識と潜在意識
のこういう紋章っていうのがあって、その紋章が私は、太陽の紋章っていうのがだから健在意識の部分が白い風っていうやつなのね。それで、潜在意識の部分が青い嵐っていうやつで、金82っていう番号が私の番号なんですよ。これがみんな210いくつまであるってことなのね。でそれぞれのなんていう番号を持ってるんだけど、これがすごく面白いんですよ。本当宇宙的なんだよね。でなんでやっぱり今マヤ暦が来てるかっていうと、やっぱこう私2012年旦那さんと別居したあたりからその金が変わったんですね。13年周期で変わっていくんですよ。毎日毎日を調べたらそれでも変わったりするんだけど、長い目で見た時に13年周期でその金っていうのが変わっていくのね。金っていうのかな、白から赤とかさ、赤、黄色、青、白っていう4種類あるんですよ。それで私ねその旦那さんと別居したあたりから白に入ってるんですよね。で白っていうのはねスピリチュアルなんですよ。スピリチュアル本当にど真ん中行ってるなっていう感じで、そうだから苦しかったんだけどやっぱり合ってたんだなみたいな感じですごい思うのね。そうでマヤ暦っていうのがだからその古代のマヤ文明のさところでいろいろこうなんていうのその英知って言われてますけど、実はやっぱり宇宙の英知なんですよね。私やっぱ自分がそのマヤ時代っていうのこういうインカ文明みたいなところの時をチャネリングしたらやっぱ宇宙の英知で自分が使ってなんかやってるのが出てきたんですよ。私だけじゃなくて多分こういうマヤ暦やってる人とかも絶対そうだと思うし、でねマヤ暦やってる人たちがすごい素敵なんですよね。スターシードだなって見てて、ね、素敵な人があんまりいないんですよ。マヤ暦ってやってるんだけどあんまり表に出てないというか、YouTuber とかでいるのかな。私なんかすごい応援したいなと思ったんですけど、やっぱり宇宙の本質をついてるというのかな。なんかマヤ歴を深めれば深めるほどそれが分かっていくのかなっていう感じがすごくするんですね。で例えば私の場合だとマヤ暦、生年月日から出していくじゃないですか。白い風っていうのが健在意識じゃない。で白い風スピリチュアルなんですよね。白っていうのがスピリチュアルな感じなんだけど、繊細な感性とかなんだっけ感動を伝えるとかね、伝達者なんですよ。もう本当にまさにそんなことやってるじゃない。なんかこう物事とかだからなんか映画とか見たりしてその映画からその監督の気持ちとか分かっちゃうんですよね。なんかだからすごいさひでえなみたいな人の気持ちも分かっちゃうから見れない映画とかあったりとか前あったんだよね。あと絵とか音楽からも感性がこの20の紋章っていうのが20個だからマヤ暦の中でもあるんだけど、この白い風っていうのはその感性が本当に鋭いというかやっぱスピリチュアルなんですね。だからなんていうのかな、他の人が感じないものをやっぱ絵とかからも感じるんですよね。この人はこういうエネルギーでやったなみたいな、どんだけみたいな感じだけどこれがね出てるんですよマヤ暦に。白い風ってやつね。でこれが顕在意識じゃない。面白いんだよね。顕在意識と潜在意識だから面白いんですよ。で潜在意識が青い嵐なんですよね。で青い嵐っていうのはこうね人を巻き込むエネルギッシュに人を巻き込むんですよ。これね20の紋章の中で一番強いんですよね。これを持ってる人はだから私は潜在意識で持ってるから今ハンヤにつながってるからここガーッと使ってるんだろうなっていう感じがするんだけど、もともと出てこなかったもんね。潜在意識の部分は出てきてたけど潜在意識の青い嵐がちょっと今まで出てこなかったけどやっと今出てきてるって感じじゃない。そうでここがだから本当にこう人を巻き込む、もう本当にこのなんていうのかな、エネルギーがすごいんですよね。エネルギッシュパワフルみたいな、そういうジャパネット高田ジャパネット高田さんとか一緒みたいだね。一緒だね高田さんとそういう感じでさ、これすごい面白いなと思って。だから両方の部分があるんですよ。スピリチュアルな部分もあるし人を巻き込む部分もあるっていうのは本当あるなって思うし、でこれプラス
なんだっけ、キーワードみたいのがあって、これがまた、ひらめきとか4番ってやつなんだけど、ひらめきとかまたジャパネットとかだって書いてある。ごめん、ちょっとそうとにかくね面白いんですよ。当たってるっていうか、これ本当になんていうのかな、本当マヤ暦の通りにちょっと過ごしちゃってんじゃないのみたいな感じでちょっと思っちゃうぐらいだから、あんまり細かく日にちを割ってさ、今日は何の日とか、今日は例えばこの間10月の2日が82だったから、今日何日だっけ、3日がだから83になってるはずなんだよね。金83の日とかさっていう感じで、こうやって調べていくともうほんとキリがないんだけど、これが13日の周期であったりとか、13年の周期とかっていうさ、このいろんなものがこう積み重なって何層にもなってるんだけど、そう結構さ、このなんで流れでなんか実は自分はなんか宇宙の流れで過ごしてたんじゃないかなって思う感じなんですね。でね、今までさ縁があった人、私ほら誕生日調べるの好きだから、縁があった人とかを調べていくと神秘金とかあるんだよね。神秘金とかがほとんど私の縁のある人は神秘金だったなみたいな、互いに惹かれ合う神秘金っていうのがあるんだけど、そうあとはなんだっけ、似た類似金とかかな、なんか結構そういうとこも他の人の調べてると合ってるみたいな感じになって面白いんですよ。やっぱ今までちょっとマヤ暦やってなかったから、こんなにすごい宇宙的なんだなっていうことにちょっとびっくりしちゃって、そう面白いっていう感じで、ただこういうのに偶然じゃないな、自分の感覚に従ってたら勝手にこれと合ってたよっていうだけだから、こっちのマヤ暦の方に何て言うんだろう、自分のこう行動を制限されちゃいけないなと思うのね。これは全部の占い細木数子さんのやつだって、細木数子さんのやつとか分かりやすいよね。大殺界だから動かないようにしようとかさ、やっぱあったから私も。でもさ、そのさ3年間大殺界がさ続くわけじゃない。超つまんないんですよ。そういうなんか悪いこと起こるのかなと思いながら行動するってさ、なんか大殺界って名前もなんか殺すみたいな字書くから怖いよね。そうだからそういうのを気にするんじゃなくて、やっぱり自分の感覚が合ってるから、そういうのも一つなんかこう知ってると面白いみたいな感じかな。そういう感覚でやると面白いんじゃないかと思いますね。あとはだから先生術、月星座とかあるじゃん。伊手座の満月とかさ、なんとかの新月とかいろいろあると思うんだけど、この辺も面白いんだけど忙しいんだよね。しょっちゅうさ変わるじゃん新月とか満月とか。だからさ、なんか把握するのに結構大変というか、っていうところはあるかもしれないね。伊手座の満月がこうだから新月がこうだからとか言って、この間さクーさんとかなんか、でもそれ一応私もさなんかそういうのを使ったりとかいろいろワークの中でもやったりするんだけど、この間クーさんと喋っててクーさんはこういうのどう思うんですかって聞いてたら、それもあるかもねなんて言ってたんだけど、その地球から見たら月の動きとかをさ、大事にしてて、どの天体がどこにあるかって地球から見たところじゃん。だけどクーさんベガだから、ベガから見たらどうなんですかねみたいな言ってたんですよね。じゃあ私だったらね、アルクトゥルスとかアンドロメダだとすると、アルクトゥルスから確かにその星を眺めた時にどうなんだろうみたいな感じのところあるよね。だからちょっと外れてくるかなと思うから、このマヤ暦とかもねそうだと思うし、なんか視点変えるってすごいなと思いますよね。これがこうだみたいな、こうしなくちゃとかさ思ってる自分がいたりしますけど、自分の視点を変えるだけでさなんかどうでもいいやみたいな感じになっちゃうっていうさことですね。はい、面白い。だからいろいろねいろんな人たちがいて、
こういうなんかこう統計学みたいなものも利用してみると面白いし、やっぱりこういうのを知ってたからこそよりなんだろうね、深く人のことを理解できたりとか、自分のことを理解、やっぱ自分のことを一番理解できたかな。いろんな角度から自分のことが分かったりで、こういう宇宙のことをやり始めるとその角度から見た自分が超えちゃうんだよね。なんか全然違う自分が出てくるから、もうこういう自分ってさ、思い込んでた自分から外れてくるっていうところがあるんじゃないかと思うんですよね。だから何にも影響されない、マヤ暦も影響されないってことですよね。マヤ暦も影響されない、占星術も影響されないね、カバラ数秘術も影響されないみたいな、そういう感じの本当に新しい自分っていうのが出てきたりすると思うから、一つのねツールとしては面白いと思うんですけど、そこの超えたところの自分っていうのが一番大事だと思うんですけどね。マヤ暦が面白いと思ってこういうの調べるとね面白いのでちょっと紹介してみました。よかったらねリンク貼っとくので、自分のさどういう星かなとかさ、どういう自分は何なのかなみたいなさ調べていくと自分のこと大好きになっちゃうよね。ほんといろんな面が見えて、よかったら見てみてください。ではでは。